ゼスのみんなにも見せたいわ、この美しさ。ウルザちゃん、ゼスなんて捨ておいて、俺の女になったらどう？そうか。それは本当に面白い提案ですね。まったく、あんな男が相当なんて。邪魔しちまって。いいえ、気にしないで。私も眠れずにいたから。失礼いたします。そういえば、司令部はどうかしら？順調さ。まあ、誰も死んでない現場の方はマシですから。クリムさん、自分を責めるより、忘れてしまう方がいい。忘れることなんて、できるわけがないだろう。もしあの時、私がもっと冷静だったら、彼は、ありきたりかもしれん。でも、この失敗を経験に変えなきゃいけないんじゃない？約束を守るために。頑張るしか、ないですね。そろそろ、時間ですね。万里調整の第一歩なのか。すみません。まだお聞きしたいことが。ウルザさんは、大切な人を亡くされた経験が、ありなのですか？かけがえのない人、ね。私には、国家だけです。なんだよ、意外とやるじゃないか。戦線を立て。はい。ランスさん、お久しぶりです。ここを司令坊にしたのか。意外とやるな。ここの皆さんは全部あなたに従います。総統様、お疲れ様です。お、クリムちゃんじゃないですか。今夜俺の部屋に来いよ。そういや、リザスの軍師ってのもいたよな。ええ、間もなく到着されるはずです。おお、ランス様じゃないですか。お久しぶりですね。チャージー！やだ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 ！俺は美少女がいいの？こんなジジイなんて認めないもんね！バールス角田は高名な知女です。一体何がご不満なのですか？そうだ！アルコットちゃんを呼べばいいんじゃねえか。ランス殿、わしもそう願っておりましたが、残念ながらアルコット様は道中亡くなられたとの報せが届いております。やだ、やだ、死にたくない、死にたくない、そうか、俺の知り合いの中で
一番最初に死んだのがアルコットちゃんだったのか。大変だ、敵襲だ。1万人？まずいな。おかしいですね。ここは狙われないはずなのですが。省内の兵力はどれぐらい？衛兵隊を合わせてもたったの数百人です。全員戦闘準備。残念ながら撤退しよう。何を慌ててんだよ。これは俺様の最初の仕事とだろう。ランス殿、一体何をなさるおつもりですか？精鋭の女玉を連れて敵の本陣を直接ぶち壊しに行くぞ。そうと、これはお遊びじゃない。ランスさんがそうおっしゃるからには商談があってのことですよね。帰ってきたらウルザデートしろよな。この四角の式所という小宇宙には人間の書き字が凝縮していた。あるものは未来に怯え、あるものは全てを楽勝し、またあるものは希望を見ていた。いいか、今回の戦いはマムツどもに対する明確な反撃の第一歩だ。あの男を心配していますか？いいえ。ただ自分の無力さを嘆いているだけよ。自ら死にに行きたいなら、もう放っておきましょう。結局、私たちは世界を救うという重荷を子供一人に背負わせてしまっているのね。子供？誰のこと？さあ、誰のことだろう。見直したわ、ランスさん。俺様の手にかかればちょろいもんだぜ。おいシール、俺様の肩を揉め。はい、もめもめ。ああ、極楽だ。もう、本当に何を考えているんですか？バルス様も、どうして吉田のこんな無茶ぶりに付き合ってるんですか？おい、忘れてないよな。俺様がアルコットちゃんを救い出したんだからよ。ウルザちゃん、約束通り俺様とデートしろよな。まったく。まあいいですわ。よっしゃー。なんじゃそりゃ、話が違う。ここの食料の数を注意して。さてと、ごめんお待たせ。デートの約束だったのにすっかり仕事になっちまったな。あら、両方を満たす素晴らしい解決策だと思いますけれど。最初の目標はここだ。ランス城からカラの森へ向かうにはゼスの国境を越える必要があります。事前偵察が不潔となります。俺様が求めてたのはもっとロマンチックなデートなんだよ。そうですか？私にはこれでも十分ロマンティックに思えますけれど。ウルザちゃん、見つけた？金次さん。あとはもう俺様には関係ないな。はあ。怪我をしたと聞きました。大丈夫なのですか？皆さんは無事ですか？私は大丈夫ですよ。あなたがいない間もみんな一生懸命頑張っていましたから。ロキさんがみんなの食事を用意してくれて
プリマさんが負傷兵の移住を手伝ってくれて、それにカマちゃん一員前になるあなたという目標がいたからこそ、みんな頑張れたんですよ。これウルザネちゃんへ。ありがとう。孤児院のみんなもあなたのことをとても恋しがっていましたよ。ウルザお姉さん頑張って、負けないで、頑張ろう。ウルザお姉ちゃん、どうして戦争あるんですか？ごめんなさいね。私たち大人のせいなのよ。大人が子供みたいなやり方をするから、戦争が起きてしまうの。何を言ってるんだよウルザちゃん。俺様が全員ぶちのめしてやれば、このつまんねえ戦争なんて一瞬で終了だ。総統様、かっこまさかゼスにこんなでかい湖があるとはな。ここは川中湖のほとりですから、それくらい普通ですけれど。そういえば昔のことを思い出したぜ。前に一緒に花火を見た時、あの時の質問まだ答えてもらってねえな。そうですね。今は戦争が差し寄っていますし、やはり市場を挟んでいる余裕はありませんから。ってことは戦争が終わったら俺の女になるってことか。さあどうでしょうね。私、男を見る目は結構厳しいですよ。見る目は厳しい？ええ、他の異性、ランさんほど魅力的ではない方々では、おそらく退屈してしまうでしょうから。ウルザちゃん、ずるいって言われたことない？あら、ランさんも周りに同じことを考えている女性がたくさんいらっしゃるようですけれど。俺に惚れたんだろ？これで決定な。お前は俺に惚れたんだ。相当の命令でしたら仕方がありませんね。でも今はね。おい、お前まさかずっと無理してたんじゃないか。ランさんこそいつも限界を超えて無理ばかりしているではありますか？俺様には限界なんてねえ。俺様は本物のヒーローだからな。ガッハ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 。それなら私も同じです。そう、ランさんと同じです。私の愛するこの世界のため、そして私の誓いのため、ランさんには負けません。そうか。ならば今夜は。まったく好きさえあればこうやって。私の全てはゼスに捧げました。おそらくこれが私にとって最後の戦争になるでしょう。俺様は人間がどうなろうと知ったこっちゃねえが、ガキができてからってもの、あいつらに情けない姿は見せられねえからな。あの白いジジイの気持ちも少しはたくるぜ。あいつマジでお前を娘だと思ってやがったんだな。この戦争でまた車椅子になったら俺のところに来い。責任でも子供でも何でも作ってやるから。すまん、調子に乗りすぎた。あ、まあ今夜ならいいですわ。深夜のベッドにあくびを一つ。世界なんてさどうでもいいと笑う。疲れた
背中に隠した本音、だらしない君のいつものポーズ。でもね、空が泣き叫ぶ夜はあの錆びついた両手を伸ばしてしまうんだ。俺いない世界なんて壊してしまえよ。そう言いながら僕の涙を拭う。冷めたふりしたこの心が命を燃やして夜明けを呼び覚ます不器用な正義で僕を守るから。やれやれからじゃないな。また笑って消えてゆく。パパ、今は何をしていますか？私が近寄ってですか？